返し漫画、地球の運動について。漫画は2022年に完結しましたが、その後2024年にアニメ化しました。この動画は2025年3月15日の22時頃に公開しましたが、アニメの最終25話はその約2時間後、15日の23時45分に放送されます。原作未読勢の方々はきっと心待ちにしていることだろうと思います。あらすじです。本作は15世紀のヨーロッパを舞台にした指導説に関する物語です。指導説とは太陽を中心に地球が回っているという説です。何を当たり前なことをって思うかもしれんけど、当時は天動説という太陽ではなく地球が全惑星の中心にあるという説が宗教的にも科学的にも正しいとされていました。そんな中、地動説を唱えた天文学者たちが異端の烙印を押され命を落としながらも研究を受け継いでいく壮絶な姿が描かれていきます。おすすめポイントは4点。1つ目は主人公がどんどん変わる独特な構造です。本作では地動説を唱えた者たちが異端審問により次々と処刑されていきます。しかし彼らの意志はまるで松明のように次の世代へと受け継がれていくよね。ある研究者が命を落としてもその次の世代が命の危険を顧みず地動説の研究を続けていく。人生をかけて追い求めるべき真実とは何か、知を未来へつなぐ意味とは何かといった疑問を読者に問いかける構成になっています。2つ目のおすすめポイントはフィクションと史実の融合です。実際の歴史では地動説が異端思想という考え方や地動説に対するキリスト教による迫害はなかったと言われています。地動説を唱えたコペルニクスも聖職者の異界を与えられていたりと、むしろ教会と密接に関わっていた人でした。だからあくまで創作、フィクションではあるんやけど、神の創造した完璧な宇宙という世界観から観測と実験に基づく科学へと移り変わる中世ヨーロッパの激動の時代を見事に表現しています。それに歴史は勝者や権力者たちの物語、資料が残っていないからといって歴史の闇に葬り去られた過去がないとも限らんよね。3つ目のおすすめポイントは美しい表現力です。作中で印象的なのは登場人物たちの目の描写。夜空を見上げ星々を観測する天文学者たちの瞳がとても美しく描かれています。最後4つ目のおすすめポイントはタイトルの意味です。タイトルの地には3つの意味が込められています。大地の地、知の地、知識の地。大地は動いている。そう信じた人々が血を流すことも厭わず死を追い求め続けた物語。